ヘルシー野菜スープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ヘルシー野菜スープを作っていきたいと思います。今回ね、お野菜をたっぷり入れて作るんですけれども、さらにヘルシーな鶏ささみを入れて作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、キャベツ、玉ねぎ、人参、かぼちゃ、椎茸。具材はこちらの材料を使って作っていきます。まずですね、鶏ささみなんですが、こちらはベーコンやソーセージなどで代用していただいても OK です。ただ今回ね、ヘルシー野菜スープなので鶏ささみを使用していきます。そしてその他のお野菜ですね、今回5種類入れていきます。この野菜の種類に関しましてもお好みのものを使用していただいて OK です。今の時期だとね、白菜などを入れていただいても美味しくいただけます。椎茸に関しましては、こちらはしめじやえのきなどで代用していただいても OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、だしの素、顆粒コンソメ、鶏ガラスープの素、料理酒、お醤油、お砂糖、オリーブオイル、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、今回のスープのポイントはだしの素を3種類入れていきます。和風とコンソメと鶏、こちらの3つの種類を入れることで旨味の相乗効果が生まれて、とても美味しいコクのあるスープに仕上がります。ぜひね、こちらの3種類を入れて作ってみてください。そしてオリーブオイルなんですが、こちらはお好みのね、油を使って作っていただいて大丈夫です。そしてお砂糖なんですが、こちらは少し入れていただくとスープにコクが出て美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まず鶏ささみですね。こちらの筋を取り除いていきます。気にならない場合はこの工程は省いていただいても OK です。筋取りする時なんですが、フォークとあとはキッチンペーパーを使っていきます。この2つを使っていただくととても簡単に筋取りすることができます。ではですね、まずフォークの隙間にこのね、はみ出ている筋を入れ込んでください。こんな感じですね。そしてこのフォークから出た筋をキッチンペーパーで掴みます。あとはですね、お互い反対側に引っ張り合ってください。ではいきます。はい、そうするとね、このように簡単に筋取りすることができます。ではね、残りも同じように筋取りしていきます。はい、OK です。筋取りするとね、このように二股に分かれることがあるので、まずね、これを切り離して2等分にします。2等分にしたらね、あとはね、食べやすい大きさに切ってください。こちらはね、お好みの大きさに切っていただいて OK です。このように切ったら、ここにね、塩コショウを振ってください。そして下味を軽くつけておきましょう。下味をつけたらバットに入れて、そして料理酒を回しかけます。軽く揉み込みましょう。ささみをね、ちょっと料理酒で漬け込んでいただくと肉質が柔らかくなります。ではね、こちらを使うまでこのまま置いといてください。それでは続いて野菜を切っていきます。まずキャベツですね。最初に芯を切り落としてください。そしてキャベツはですね、ざく切りにしていきます。適当な幅に切ってください。もしね、ちょっと太めの芯がある場合は、こちらは後でね、薄切りにしていきます。そしたらくるっと回転させて、またね、適当にざく切りしていきます。野菜はね、炒めていくとね、どんどん縮んでいくので、結構大きめにね、ざく切りしていただいて大丈夫です。はい、そして先ほど残しておいた芯の部分ですが、こちらをですね、切りやすい幅に切って、そして薄切りにしていきます。そうするとね、芯の部分も美味しく召し上がっていただけます。そしたらね、キャベツは一度ざるに入れてください。そしてこちらのキャベツは水洗いしましょう。水洗いしたらですね、しっかり水気を切って、最後はね、ペーパーで水分を拭き取ります。水分が残ってるとね、油跳ねの原因になりますので、きちんとね、水分を拭き取りましょう。キャベツの準備はこれで OK です。それではね、続いて玉ねぎですね。玉ねぎはだいたい1センチ角ぐらいの幅で切っていきます。切りやすい方法で OK です。
これで1センチ幅で切りましょう。余ったところもこのように切れ込みを入れて、そして1センチ幅で切っていきます。玉ねぎはこのように1センチ角ぐらいの大きさにします。それでは続いて人参です。人参はね、まず皮を剥いてください。皮を剥いたらね、こちら半分に切ります。そしてまずね、薄切りにします。この時ちょっと転がるので手を怪我しないようにだけ注意してください。このように薄切りにしたら、あとは縦に切って細切りにしていきましょう。はい、人参はこれで OK です。それでは続いてかぼちゃですね。かぼちゃはね、まず1センチ幅で切っていきます。結構ね、硬いので手を怪我しないようにだけ注意してください。そしたらまた1センチ幅ぐらいで切って、また1センチ幅で切ります。かぼちゃもだいたい1センチ角ぐらいの大きさで切ってください。かぼちゃはこれで OK です。では続いて椎茸ですね。椎茸をまず軸を切り落としてください。そして薄切りにしていきます。はい、椎茸はね、このように薄切りにします。ではね、もう一つも同じように薄切りにしていきます。軸の部分もですね、乾いてるところを切り落として、そして薄切りにします。はい、椎茸の準備はこれで OK です。ではね、まずはじめに鶏肉を炒めていきます。フライパンにオリーブオイルです。そして火にかけましょう。火加減中火です。このまま一度30秒ほど温めてください。油はね、フライパン全体に広げましょう。30秒ほど温めたら、ここに鶏ささみを入れてください。そしてささみを広げて、まずはじめにささみをね、焼いていきます。火加減はね、そのまま中火で OK です。軽くね、ささみに焼き色をつけてください。ちょっとね、焼き色をつけるとさっぱりした鶏ささみが香ばしい仕上がりになります。ちょっとね、油跳ねしやすいので、やけどには注意してください。はい、で軽くね、焼き色がついたら裏返します。裏返すね、特に油跳ねしやすいのでやけどに注意しましょう。裏返したら片面は30秒くらいで大丈夫です。そのまま中火で焼いてください。はい、で30秒ほどだったら火を止めます。そして一度ね、こちらのお肉は取り除きます。あんまりね、火入れしすぎるとお肉はパサつきやすくなったり、あと旨味もね、出過ぎてしまいますので、一旦こちらは取り除いてください。はい、ささみは一度このように取り出してください。そしたら続いてお野菜を炒めていきます。まずはじめにちょっと固めのかぼちゃですね。かぼちゃを入れたら火にかけましょう。火加減は中火です。一度このね、油を全体に絡めてください。油をコーティングすると火の通りもね、良くなります。このようにね、かぼちゃ全体に油が回ったら、続いて玉ねぎと人参を入れます。そして一度さっと炒めましょう。はい、でこちらもさっと炒めたら、続いてキャベツを入れます。あとは椎茸も加えましょう。そして炒めてください。キャベツがね、少ししんなりしてくるまでまず炒めてください。はい、でこんな感じでね、キャベツがしんなりしてきたら、ここに料理酒を回しかけます。そして一度さっと炒めます。全体が馴染んだら蓋をして火加減弱火にします。そしてこのまま2分間蒸し焼きしてください。一度ね、お野菜を蒸し焼きすることで野菜から水分が出て旨味を引き出すことができます。ではこのままね、蒸し焼きしていきます。はい、2分経ちました。蓋を開けます。そしたら火加減中火にします。そしてこのまま1分ほどですね、しっかり料理酒のアルコールを飛ばしてください。こうしていただくだけでね、全然旨味が変わってくるので、この蒸し焼きはね、必ず行ってください。さらにね、今回清酒ではなくて料理酒を使ってるんですが、料理酒には塩分が入っているので、野菜からね、水分が出やすくなります。1分ほど経ったら OK です。そしたらお肉を戻し入れます。そしてさっと混ぜましょう。さっと混ぜたら、続いてここにお水を加えてください。
はい、そして混ぜましょう。そしてお水を加えたらここにだしの素、そしてコンソメ、あとは鶏ガラスープの素を加えます。そしてお砂糖も入れましょう。加えたらね、一度よく混ぜてください。そしたら火加減中火です。このまま一度沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰してきました。アクが出た時はね、取り除いてください。そしたら最後仕上げにお醤油を回しかけます。そして混ぜましょう。醤油をね、少し入れていただくことで味が締まって美味しい仕上がりになります。はい、 OK です。これで野菜スープの完成です。それでは器に盛り付けたいと思います。はい、これでヘルシー野菜スープの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具沢山で美味しそうに仕上がってます。最後ですね、こちらトッピングで黒胡椒をかけてます。こちらは分量外なのでお好みでかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではね、まずスープからいただきたいと思います。いただきます。美味しい。お野菜の旨味が効いてすごく美味しいです。そしてね、3種類の出汁を加えてるのですごくね、味わい深い仕上がりになってます。では具材もいただきます。このね、鶏ささみのパサつきもなくてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のヘルシー野菜スープのポイントです。まずですね、今回具材なんですが、お野菜は5種類、そして鶏ささみを加えてます。この具材に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。今回ね、鶏ささみを加えてるんですけれども、この鶏ささみの筋取りはキッチンペーパーとフォークを使っていただくととても簡単にね、取り除くことができます。ぜひこの方法でやってみてください。そしてその後ですね、鶏ささみに塩コショウを振って、そして料理酒で漬け込んでおいてください。そうするとね、お肉の質感が柔らかくなります。そしてその他のお野菜はそれぞれね、食べやすい大きさに切ってください。切り方はお好みの切り方をしていただいて大丈夫です。そしてまず最初に鶏ささみを焼くんですけれども、少しね、焼き色をつけていただくことでとても香ばしい仕上がりになります。焼き色がついたら裏返してだいたい30秒ほど焼いたら、あとは取り除いてください。そのままね、炒めてしまうと鶏ささみがパサつきやすくなるので、必ず取り除いてから野菜を炒めるようにしてください。そしてお野菜を炒めた後なんですが、一度料理酒を加えて蒸し焼きします。料理酒を使って蒸し焼きすると野菜から水分が出て旨味を引き出しやすくなります。そしてその後ですね、蓋を開けてしっかり料理酒のアルコールを飛ばして、その後ですね、お水とあとは3種類のだしとお砂糖を加えてください。今回ですね、だしの素、コンソメ、鶏ガラスープの素、こちらの3つを加えてるんですが、この3つを加えていただくとスープの味がね、とても味わい深い仕上がりになります。ぜひね、3種類入れて作ってみてください。そしてその後沸騰したら、あとは醤油を回しかけて仕上げてください。こちらのお醤油を最後加えていただくことで味が締まって美味しくなります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はヘルシー野菜スープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。